夜空に浮かぶ月、その柔らかな光が静かに大地を照らします。満月の夜、世界はいつもより静かに幻想的に輝いて見えます。古代の人々も私たちと同じようにこの光を見上げ、思いを馳せたことでしょう。今夜は月が織りなす物語に耳を傾けてみませんか？ゆっくりと深呼吸をして心を落ち着け、この穏やかな時間を楽しみましょう。私たちが見上げる月はどのようにして生まれたのでしょうか。地球に最も近い天体である月、その成り立ちは長く科学者たちの議論の対象となってきました。現在有力とされているのがジャイアントインパクト説。約46億年前、地球がまだ若かった頃、その表面は今とはまるで違い、熱く溶けた海のようでした。そこへ火星ほどの大きさの天体が衝突。衝突の衝撃で砕け散った破片が地球の周囲に舞い上がり、やがてそれが集まって一つの天体となり、私たちの月が誕生したのです。穏やかに佇む月。しかしかつては激しい衝突から生まれたのです。夜ごとに変化する月の形、新月から満月へ、そして再び新月へ。このサイクルは約 29.5 日。太古の昔から人々は月の満ち欠けをもとに暦を作り、時間の流れを感じてきました。月のリズムが私たちの暮らしの基盤を形作ってきたのです。例えば太陰暦。これは月の周期に基づいて作られた暦で、多くの文化圏で長く使われてきました。また農業や漁業などの生活にも月の満ち欠けは深く関わっています。夜空を見上げると、月はまるで時の流れをそっと教えてくれているようです。あなたが最後に満月を眺めたのはいつだったでしょうか。次の満月の夜には、ぜひゆっくりとその光を眺めてみてください。
月は古くから神秘的な存在として多くの神話や伝説に登場してきました。ギリシャ神話では月の女神セレーネが夜空を駆け巡り静かに地上を見守るとされています。彼女は美しい青年エンディミオンに恋をし、ゼウスに頼んで彼を永遠の眠りにつかせました。エンディミオンは眠りながらも決して老いることなく、月の光の下で静かに生き続けたと言われています。日本の伝説では、竹取物語のかぐや姫が月の都からやってきたと語られています。美しく成長したかぐや姫は、地上の人々との交流を経て、やがて満月の夜に天の羽衣をまとい、故郷である月へと帰ってきました。この物語は、日本で最も古い物語文学の一つとして多くの人に親しまれています。中国神話には嫦娥の伝説があります。彼女は不死の薬を飲み天へと昇り、月に住むようになったと言われています。嫦娥が月で暮らす姿は今も満月の中に見ることができると信じられています。そして彼女のそばには月で薬を作るウサギゲットがいるとも伝えられています。また北欧神話では月を司る神マーニが登場します。マーニは夜空を駆け巡りながら時を刻み、満ち欠けを繰り返す月の運行を司る存在とされています。世界中の人々が月にロマンを感じ、その月の下で物語を紡いできました。それはきっと月が持つ優しい輝きが人々の心に静けさと夢を与えてくれるからでしょう。満月の夜は少し特別な気がしませんか？月の光が柔らかく輝く夜には心が少しだけ敏感になるような不思議な感覚を覚えることがあります。古くから人々は月の光に心が影響されると感じてきました。特に満月の夜は心が揺れ動きやすいと言われ、感情が高ぶることもあるようです。その理由ははっきりとは分かっていませんが、月の神秘的な輝きに引き寄せられる気持ちはどこかで共感できるものがあります。世界中の文化では月は神聖な存在として崇められてきました。ギリシャ神話のアルテミスやローマ神話のルナのように、月は神々の象徴として人々の生活の一部となり、夜空を見上げることで希望や癒しを感じてきたのでしょう。月
月の満ち欠けに合わせて人々の生活リズムも調整され、月の光が目印となって時間を刻んできたのです。また、月の引力は潮の満ち引きにも影響を与えます。地球上の生命にとってこの潮の変化はとても重要です。海の生物たちは月の力に合わせて生活しており、私たちの生活とも深くつながっています。月が見守る海の動きは静かでありながら力強く、私たちに自然のサイクルを感じさせてくれます。そして月は私たちの人生とも重なる存在です。満ちていく月の姿は成長や希望を象徴し、欠けていく月は新たな始まりを迎える準備のようにも見えます。月が照らす夜空の下、私たちは時間の流れとともに生き、月のように変化しながらも、どこかで静かな安らぎを感じることができるのです。月と共に暮らし、月と共に生きる。それは私たちの心に深く寄り添い、そっと支えてくれる存在なのかもしれません。宇宙から見ると月はどのように見えるのでしょうか。1969年、アポロ11号の宇宙飛行士たちが月面に降り立った時、彼らが見たものは地球がまるで青い宝石のように輝いている光景でした。月から見た地球は広大な宇宙の中でひときわ鮮やかに浮かび上がり、その美しさに宇宙飛行士たちは言葉を失ったと言われています。地球は青く、白く、そして時に雲の隙間から光を放ち、まるで生きているかのように輝いていたのです。宇宙から見る月も私たちが見上げる月とは全く違う顔を持っています。月面から見た月は静寂に包まれた大地が広がり、地球とは違って色彩に乏しい灰色一色の世界。だからこそその中でも地球の青さはひときわ目を引き、まるで銀河の中で最も美しい輝きを放っているかのように見えるのでしょう。私たちが夜空に見上げる月も、宇宙の彼方から見ると、また別の表情を見せているのかもしれません。無数の星々に囲まれ、穏やかな光を放ちながら、ひときわ静かな存在感を放つ月。その姿は地球から見上げるときとはまた違った魅力を感じさせてくれるのです。今夜、私たちが見上げるこの月を、宇宙飛行士たちが目にした光景を想像しながら眺めてみましょう。遥か彼方の宇宙で
青い地球を見つめる月のように、私たちの心もまた広大な宇宙の一部であることを感じるかもしれません。月の輝きが私たちに静かな安らぎとどこかロマンチックな気持ちを与えてくれることでしょう。満月の光は静けさと安らぎをもたらします。ゆっくりと目を閉じて、その柔らかな輝きを感じてみてください。夜が深まるにつれ、月は少しずつ西の方へ、そして静かに眠りにつく時間が訪れます。月の光があなたの眠りを優しく見守ってくれますように。